皆さんこんにちは。今回はこのチャンネル3周年を記念したぶっちゃけ質問コーナー。初めて YouTube の収益を時給換算してみたり、夫に日本人の妻が YouTuber になった感想を聞いてみたり、そもそもなぜ海外移住をしたのか、予想もしなかった国際結婚の難しさや私たちの将来の夢、家族の話まで赤裸々にお答えします。よかったらぜひ最後までご覧ください。前回は私の生い立ちヨハンとの出会いになぜ海外移住をすることになったのか、そして私が英語全く喋れなかったところからペラペラになるまでのいろいろ Tips みたいなのをお伝えしたんですが、今回はその動画の第2弾、自己紹介動画の続きとしてこちらもお楽しみいただけると嬉しいです。まず最初の質問で、友達とか家族が YouTube をやりたいって言ったらおすすめしますかということなんですが、私は絶対におすすめしたいと思います。というのも、私もスウェーデンに移住したことをきっかけにその YouTube を始めることになったんですが、その動画をアップすること、し続けることで本当にたくさんの方に出会えたなと思うし、最初は誰でも登録者0人からのスタートだし、正直それが大きくなるかとかもわからない状態で皆さんその挑戦を始めると思うんですけど、その動画を一から作るっていうところにそのチャレンジしてるっていう姿勢がまず素晴らしいと思います。私も最初は遠く離れた自分の家族とか友人に向けて動画をね一生懸命作ってて、それがある日いろんな人にアルゴリズムで届くっていうことが起きたから今の私があるので、皆さんも何がバズるというか何が注目されるかわからないし、始めたいと思ってる方の中には例えば私みたいに海外移住してないよって思う方もいると思うんですけど、その皆さんの暮らし自体が私にとったらすごく特別なもの、非日常なわけで、だから皆さんが当たり前と思ってるものが実は他の人にとって面白いとか素敵とかいろんな感情が生まれてくるものだったりするので、そういったところで面白いと思ってもらえたり共感してもらったり、いろんな発見が皆さんにも出てくるかなと思います。この YouTube が仕事になる時代に生きていて本当にすごいなと思うし、これからどうなるんだろうっていうワクワク感もあるので、もし挑戦してみたい方がいたらぜひ応援したいですし、一緒にチャンネルを伸ばすじゃないけどクリエイターとしても一緒に支え合えていければいいなと思ったりします。スウェーデンに暮らしていて良かったことはという質問もいただけました。スウェーデンに暮らして良かったこと、なんだろうな。やっぱり私たちはその学生として最初に来たっていうのもあるから、大学とか私も語学学校に無償で通えるのは本当に本当に助かりました。その高校を卒業してすぐに大学に行くっていう人もいるはいるんですけど、それが絶対とは限らないので、年齢に限らずその働いてみたり留学してみたり、いろんな人生があって、それで25歳とか30歳とか40歳になってもその大学に入れるっていう制度があるので、そのスウェーデンに暮らしていて、その何歳になってもチャンスをつかめるというか、何歳になっても挑戦ができるというそういう考え方が素晴らしいなとは思います。スウェーデンの良かったところの反対で、スウェーデンの嫌なところはありますかという質問です。これはやっぱり冬が長いことが一番辛いかなと思います。もう5月に入ったのに全然雪は残っていて、気温がマイナスとかになるのでとにかく寒いです。そしてこれまでの動画でたくさん話しているんですけど、季節が極端で12月になると本当に太陽が出る日が少なくって、太陽が出ても本当に 3,4 時間しかなくって、で逆に夏になるとそれが真逆になって白夜になるので、そうすると日照時間が20時間以上ずっと太陽が地平線から沈まないみたいな極端な気候なので、それがちょっと体が追いつかない感覚はあります。あと、これは夏限定なんですが、北スウェーデンって蚊がめっちゃ多くて、しかもその蚊の大きさが本当に大きくって、日本に生息している蚊の15倍ぐらい強いんです。しかも飛んでくる速さも速いし、もう着地した瞬間にブスッと刺されて蜂に刺されたみたいな感覚になります。うちの周りは森ばっかりなので、それで結構怖い思いをしています。南スウェーデンは北スウェーデンと比べたら蚊は少ないんですが、その代わりマダニが大量発生しています。
多分これは旅行をされている方、普通にストックホルムとかマルマとか、街中を歩いている方は全く関係ない話なんですけど、暮らすとなるとやっぱり自然が近かったり、ワンちゃんとか猫ちゃん飼っている方ってなんか夏結構大変で、ワンちゃんとか猫ちゃんが家に入ってくるたびにマダニがいないかっていうのを必ずチェックする作業があって、でいっぱいねブライアンとかにも5、6匹ついているので、それは体にひっつく前に取ってあげてトイレに流すっていう感じなんですけど、それが人間にもやっぱりねひっついて気づかない間に血を吸い始めるっていうことがあるので、もうそれで結構怖い思いを夏はします。だからそれがちょっと私がなんかスウェーデンで慣れないし、なんか毎年嫌だなと思うことです。家族についても質問をいただきました。私たちは今北スウェーデンに暮らしているんですが、私の家族は佐賀に、そしてヨハンの家族は南スウェーデンに暮らしているので、どんなに多くても年に数回しか会うことができません。でも私は YouTube をしているので、それで多分毎週1回家族のみんなが見てくれてるのかなっていうのと、私たちはそれぞれの家族によく電話したりもするので、それで結構近況報告とかはしています。日本の家族と撮りたい動画はという質問もいただいたんですが、日本の家族にはいつか冬に北スウェーデンに来てもらって、そこで極夜を体験してもらったり、オーロラを一緒に見たいなと思います。あとスウェーデンだけじゃなくヨーロッパの国、他の国にも行ったりして、それを家族旅行としての思い出の動画にできたら嬉しいなと思います。スウェーデンの家族と撮りたい動画はという質問もいただきました。ヨハンの家族は実は2016年、私とヨハンがまだ東京に住んでいた頃に1回会いに来てくれました。でそこでは、東京、大阪、京都とか結構大都市を回ってもらったので、もし次一緒に日本に行く機会があったら、私の地元九州にも来てほしいし、美味しいものをたらふく食べてほしいなと思います。あとスウェーデンには山っていうのがあんまりないので、この九州の有名な山とかをねいっぱい見せてあげたいなと思います。 YouTube の仕事を時給で換算したらいくらになりますかという質問もいただきました。私もそれすごい気になって実際に調べてみたんですけど、去年いただいた収益が200万円だったので、週に40時間働いたとして2080時間で割ると、時給が960円ぐらいでした。でも実際にはもっと働いているので、毎日7時間ぐらい働いていると考えると、週に50時間、年間に2600時間になるんですが、そうすると、時給が770円でした。これって皆さん多いと思いますか？それとも少ないと思いますか？これはもらった質問ではないんですけど、なんかたくさん今まで聞かれたことで、改めてまとめて話すと分かりやすいかなと思うので、話したいトピックなんですが、私たちの海外移住のきっかけをお話しすると、私とヨハンが結婚したのが2016年で、2人ともその時は学生でした。ヨハンは高校を卒業してお金を貯めて日本に留学に来て、そこでたまたま私と出会って結婚っていうね、すごいスピード結婚になったんですけど、2016年に結婚をして2017年に私が卒業した時に、私は大学を卒業して就職するっていう道があって、でもヨハンはなかなか外国人として仕事を見つけるのが難しいという状況でした。その理由の一つとしては、大学で専門的な知識がない、あと仕事の経験がないとかいろいろあったので、まずは彼がその日本でやりたいことをやるためにスウェーデンに戻ってきて、そしてここで力をつけるというか、しっかり学んでから日本に改めて帰るのがありかなという話をしていたんです。もちろん私が就職をしてヨハンが大学生でなんかバイトをしながら頑張って2人でやりくりをするっていう方法もあったんですが、私たちはその時北欧に移住するということを決めました。でもそのゴールには2人でまた日本に帰りたいというのがあるので、それは今も変わっていません。もしかしたらその日本に帰る前に一度3カ国目違う国に移住するのもありかなと思っていて、そうなれば本当に2人の挑戦になるかなと思います。ヨハンはスウェーデン人なので EU 圏内で仕事を見つけて家族として移住するっていうのが一番簡単かなと思うんですけど、期間限定でもヨーロッパに移住をするのはありかなと思ったりしています。好
きなドラマや映画はありますかという質問をいただきました。多分皆さんも Netflix とか Hulu とかディズニープラスとかいろんなストリーミングサービス試した方いると思うんですけど、私も今まで本当に数えきれないぐらいたくさん見てきて、好きなものをあげると多分キリがないんですけど、私が今パッと思い浮かぶのがモダンファミリーとかコミカレ、そしてキムスコンビニエンスって言われてるシチュエーションコメディって言われるタイプのすごい短くてソファーに座って笑いながら見れるようなドラマも好きですし、なんかすごく暗い話、なんか近未来のディストピアを描いたようなウエストワールドっていう話だったり、Handmaid's Tale って言われてるすっごい暗いドラマとかも大好きです。あとゲームオブスローンズとかデューンスみたいなすごくなんか壮大な話、壮大な舞台の中で行われているいろいろなドラマとかも大好きですし、ゾンビの話も大好きです。あといつもヨハンと見て盛り上がるのがマーベルとか DC とか、あと Amazon プライムとかにあるスーパーヒーローシリーズが大好きです。でも最後にね、皆さんにおすすめしたいのが1個だけあって、それはアニメーションなんですけど、パワーパフガールズとかも出してるカートゥーンネットワークっていうアニメーション会社のアドベンチャータイムっていうアニメが大好きです。それは DVD も持っていて、今まで何度も見直して、なんか見るたびに本当に元気になるし、なんか本当に人生について考えられる楽しいアニメになっています。私たちは国際結婚をしているんですが、お互いの家族に反対されませんでしたかという質問もいただきました。私たちの結婚記念日が2月29日なので、それについて1本動画にしていて、その中でもお話ししているんですが、私たちはその時2人とも学生で、お金ももちろんなかったし、全然将来のことが決まっていない状態だったので、もう不安だらけだったのはあります。結婚式もしていないし、顔合わせをしたのも結婚して3年目とか4年目だったので、お互いの家族にはたくさん心配をかけたかなと思うんですけど、結婚をする前にお互いの実家に1ヶ月以上ステイして、そこで私たちのことを知ってもらう機会があったりとか、家族のみんなが私のこと、そしてヨハンのことを知る機会はあったので、反対とかはされませんでした。ただ本当に頑張ってねっていう応援はたくさんしてもらいました。そして国際結婚で大変なことは何ですかという質問もたくさんいただいたんですけど、もう国際結婚に限らず結婚というか誰かと一緒に住むって難しいことだなと思います。私もヨハンもお互いの国に住んで気づいたことなんですけど、やっぱりそのどちらかの国にいるとその片方が不利になるというか、やっぱり外国人として生きなきゃいけないのでうまくいかないことの方が多くなると思います。なのでそういう時にその相手が落ち込まないでいいようにサポートをしてあげるのも大切ですし、家族としてパートナーとしてどんなにその難しい状況でも支えてあげるっていうメンタリティーを持つことは大切かなと思います。ヨハンさんに質問です。私が YouTuber になったのはどう思いますか？ Good question. No, I really love it. I think me personally, I've always used YouTube a lot ever since back in like 2007, 8. And I always thought that being a YouTuber is like one of the coolest jobs you can do. So when you tried to become a YouTuber and started making videos, I thought it was really cool. And I'm very happy that it's going so well. And I hope that you will reach even more success. Yeah, thank you. We even tried once kind of to start a YouTube channel together. We did. We were thinking, we didn't really know what we wanted to do then, but we did record throwing darts at the map. Yeah. And like going to where the dart landed in Tokyo. Yeah, we did that, yeah. I think we stole that idea from Japanese TV, right? Yeah. Back then, like I had no idea how to edit. No. And I didn't know anything either, except for that I was watching YouTube. And I think both of us were kind of awkward on camera. I'm still kind of awkward on camera, but I was way worse back then. But then we also tried it in Sweden once before you actually started, which was when we went hiking. Then we were thinking of making a YouTube video from our like 1 week hiking. Yeah. Hopefully I can edit that video like this summer. Yeah, it will be really cool. Yeah. It was really cool experience with Brian. Yeah. We walked like many
Yeah, we were kilometers. hiking for a week through a country where you didn't have any phone reception or anything like that. No Yeah. internet. It was really cool. Yeah. Then maybe next I can ask Brian. So, what do you think of Gemma? I want to leave now. I want to leave now. That was a horrible question. I don't want to talk about it. Okay. Maybe I can ask you, Gemma, then. What do you think of Brian? Do you love Brian? Do you love Brian, huh? Yeah, Gemma is such a needy girl. Yeah. Brian is her security. Her security blanket. Yeah. Brian loves Gemma too. Brian is way more independent as a dog than Gemma is. Yeah. But he still loves her a lot. They play a ton, and he is very protective of her. Especially if it's other animals, then he can get kind of bitter. He like goes in between. Yeah, Yeah, Brian is a sweetheart. yeah, he's a sweetheart. Good job, guys. スウェーデンに暮らしていてびっくりしたことなんですけど、どこでも結構ワンちゃんがいます。さっきもここのねカフェでフィーカしてたらワンちゃんが入ってきて、そういえばここのチェーン店なんですけど、そのワンちゃん OK だったっていうのに改めてびっくりしました。 Funny, there's a dog in the picture right now. Yeah. そうワンちゃんが普通にいるの。だからブライアンとかに普通にここに一緒に来てお買い物した後に来てゆっくり休むっていうのもできるし、なんか本当に犬と一緒に暮らしやすいなと思います。 DIY をしたりお家の今後について考えるときに売却するときに付加価値になるかというお話をよくしていますが、将来今のお家から引っ越して違うお家に住むだろうなという考えはありますかという質問もいただきました。その答えなんですが、あります。というのも私たちはここ北スウェーデンを自分たちの最終目的地とは思っていないからです。もちろん今の仕事、私は YouTuber という仕事で、ヨハンはアカデミックのお仕事をしているんですが、それが2人とも大好きで続けていきたいという思いはあります。実際に生活も充実しているし、仕事も充実しているし、このままこの家に暮らすのも全然ありだなとは思うんですが、もし何かのご縁だったりチャンスがあれば、その国内でも他の都市に住むのもありだなと思うし、海外移住っていうのも家族でできるかなと思っています。逆に皆さんはその海外に移住したいとかこの国に住みたいっていうのあったりしますか？ YouTube スタジオっていう私が使っているその仕事のツールで皆さんがどこに住んでいるか居住国がわかるんですけど、日本の他にもいろいろな国から見ていただいているのがわかるので、もし海外に住まれていて私のチャンネル見てくれてるよという方がいたらぜひいろいろ教えてほしいなと思います。集中力が切れた時のリフレッシュ方法があれば教えてくださいと質問もいただきました。そうですね、なんかやっぱり私は一人で家で働いてて、その話す相手もいないままパソコンに向かって作業していることが多いから、結構頭の中がパンクしそうになることがあるので、そういった時は本当にその場所からとりあえず離れて、例えばリビングに移動して犬に構ってもらうとか、もうその家から出て散歩に行くとか、時間に余裕がある時はもう車でちょっと隣町まで走るっていうことはするかなと思います。そしてそれと似ていて、真冬の時にその外に出れない時にどうやって過ごしていますかという質問もいただきました。スウェーデンに来て思ったことなんですけど、みんな趣味がすごくあって、なんかおうち時間をめちゃくちゃ満喫できるいろいろな趣味がある人が多いなと思います。で、冬だからって外に出ないっていうわけでもなくって、みんな外に行っていろんなアクティビティをしているし、ジムに通ったりしているし、家の中では本当にやりたいことがいっぱいあって、しかもそれってなんか手を動かしたり、なんか体を動かしたり、なんか頭を使ってする、かなりクリエイティブな趣味を持っている人が多いイメージがあります。私は日本が大好きだから、結構やっぱ日本のコンテンツに触れるっていうのは多くて、あとは2人でボードゲームをしたりチェスをしたり、あと VR で遊んだりっていうことはするかな。そして次は私から皆さんに聞きたい質問です。実は先日 16th Personalities っていう性格診断テストをしました。その結果は私が主人公で ENFJ の A でした。
主人公の性格として楽観主義者として周囲をインスパイアし、自分が正しいと思う行動をすぐに実行しますと書いてあったんですが、ヨハンは同じグループの外交官タイプで、当てはまったのが仲介者 INFP の T でした。彼は自然肌で親切な利他主義者、いい物事のためならいつでも懸命に手を差し伸べるという性格でした。皆さんの性格診断は何かなと思ったんですが、もしよかったらこのコメント欄に皆さんの性格のタイプ書いてくださると嬉しいです。私たちの将来の夢はという質問も昔いただいていました。やりたいこととか将来の夢たくさんあるんですが、やっぱりその一つはそのヨハンのおじいさんやおばあさんみたいに世界で100カ国以上旅をしたり、そこの文化とか自然とかを学んで私たちの生活に取り入れるっていうような暮らしができたら一番いいなと思います。いつかヨハンの仕事に密着した動画を作った時に彼の将来の夢、仕事の将来の夢はそこで聞きたいなと思うんですけど、私はそのどの国に暮らしていてもこうやって日本語で話せる仕事って本当になんかありがたいし、これまで出してきた動画の他にもいろいろなチャレンジをしたりして YouTube を作り続けるっていう仕事がずっと続けばいいなというのが夢です。2人でよく話してる夢としては、日本でその古民家を買って、日本も北欧も建築が素晴らしいのでそれをこう融合させて、外から見たら日本っぽいんだけど中は北欧式みたいな感じで快適な家を作るみたいな、そういうプロジェクトをしたいねという話をしています。ちょうど1年前に視聴者プレゼント企画をやったことがあるんですが、このね3周年を記念して私から皆さんにまたその企画をやりたいなと思っています。詳しい企画の内容はコミュニティ投稿でお知らせしたいと思うので、よかったらチャンネル登録をして通知ボタンもオンにして待っていただけると嬉しいです。そしてこれからも皆さんのリクエストどしどしお待ちしています。ということで今週も最後までご覧くださりありがとうございました。また来週も楽しい動画作りたいなと思っていますので、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。はいどー。 Hello, sweetheart. はい。 You're so happy, huh? It's finally warm. 雪があるのに今の気温は21度です。